SH フィギュアーツにヒロアカが来た。バンダイマニア、ヒロアカ大好きなやまるです。バンダイスピリッツコレクターズ事業部、ヒロアカ企画担当の秋葉です。今日は大人気テレビアニメ僕のヒーローアカデミアから新しく登場した可動式フィギュア SH フィギュアーツ緑谷いつく SH フィギュアーツ爆豪勝樹 SH フィギュアーツ緑谷いつく&爆豪勝樹フルスウルトラオプションパーツセットを紹介していきます。秋葉さんはこちらの SH フィギュアーツのフィギュアの企画担当をされていらっしゃるんですよね。そうなります。入社前から SH フィギュアーツの大ファンでして、はい、今回大好きなヒーローアカを担当させていただけるということで、とても愛を込めて作らせていただきました。なるほど。 SH フィギュアーツもヒーローアカも愛していらっしゃるということですね。その通りです。今日はそんなヒロアカを愛してやまない私たち2人がお送りいたします。題してヒロアカ好きを代表して企画担当に聞いた SH フィギュアーツヒロアカシリーズの魅力を徹底紹介スペシャルバンマリン。それではまず SH フィギュアーツ緑谷いずく本体から見ていきましょう。オール・フォー・ワン、そして信楽戸村との最終決戦へ向かうコスチュームに身を包んだ緑谷いずくが登場いたしました。この角度が決まった表情がたまらないんですよ。私作中のデク君がそのまま立体化したみたいな再現度の高さですよね。はい、ありがとうございます。この約12分の1サイズの中でこの商品で遊んでくださるユーザーの皆様がよりデク君を劇中そのままに感じてくださるようにこだわって作らせていただきました。はい、だからこのクオリティなんですね。で、私個人的にちょっとファンアートとか書いたりするんですけど、緑谷くんの髪型って結構難しいんですよ。そうですね、はい。それが立体化されても違和感なくてめちゃめちゃすごいなって思ったんですけど、はい、この髪の毛は特にそうですね、劇中の後半のよりギザギザしたというかディティールがより詰まったような質感を再現するのに苦労しまして、塗装とかも見ていただけると分かると思うんですけど、グラデーションでより劇中に近づけるようにこだわって作っております。そしてこのグラントリノからね譲り受けたマントなんですけど、これもなびいてる感ありますね。ありがとうございます。このマント中にこの裏の方にですね可動軸が仕込まれておりまして、いろんなポーズをするときにこうやって自由にポージングが取れるので風のなびきだったりとかを再現できるのでいい構造になっております。うわ、素晴らしいです。こうマントの造形もこうしっかりとシワがあったりとか、はい、細かいですよね。ありがとうございます。そうですね、ここ表側も裏側もしっかりディティールを込めて作らせていただいているので、ぜひちょっとお手に取って確認していただけると嬉しいです。あとこの手のサポートアイテムはあれですよね、初目さんからもらったサポートアイテムですよね。そうなります。こちらもしっかり再現できるようになっておりまして、割とここがアクションの阻害になっちゃうかもなっていうデザインにはなってるんですけども、ここにもしっかり可動軸を入れたりとかしていて、とっても動くような構造になっております。なるほど、うわー、これは早く遊びたくなっちゃいます。続いて付属パーツも一緒に並べてみました。交換用表情パーツ3種、交換用前髪パーツ2種、交換用手首パーツ左2種右3種が付属します。こちらやっぱり最終決戦へ向かうデク君の表情ということで頼もしい表情が多いですね。そうですね、アクションフィギュアとしてよりアクションが映える顔を中心に選定をさせていただきました。しかもこちらこれちゃんと劇中にもあるこの目のエフェクト、このパーツもあるんですね。そうなります。目のエフェクトにつきましては、瞳がその歪んだり曇って見えたりしまったりで、エフェクトの上に目をつけるか中につけるかというところですごい検討したんですけども、しっかりと中に印刷をして奥行きを出すというところで調整を重ねて試行錯誤してうまくいった原型になります。本当ですね、これしっかりと瞳の方まで見えてますよ。この叫び顔専用の目のエフェクトパーツになってるんですけども、はい、この頭部パーツを外していただくと通常の叫び顔としても使えるようになっているので、さらにバリューの高い仕様になっております。なるほど、じゃあちょっと外してみますね。あ、本当ですね。このまま使うのもいいし、こうやって 2way で遊べるのいいですね。 SH フィギュアーツといえば造形や彩色だけではなくて可動も魅力だと思うんですけれども、先ほども秋葉さんのマントの可動についておっしゃられたと思うんですけれども、他に可動のポイントだったりとかってありますか？はい、可動については本当にこだわっておりまして、はい、作中でデク君が放つ技から逆算して可動域を設けまして、全ての個性の再現ポーズが取れるようになっております。おー、逆算されたんですね。はい、このポージングをするにはどう可動軸を入れたらいいのかだったりとか、そういったところから原型師さんと相談をさせていただきまして、はい、このデク君の完成に至ります。すごいです。
腰の可動にもとってもこだわっておりまして、はいこんな感じであとってもよく曲がる構造になっています。本当だ、前かがみがめちゃめちゃできますね。でデク君といえば腰を入れたシュートスタイルがとても印象的かなと思うんですけども、そういったところもしっかり再現できるように、こういった腰を入れたキックがこの可動軸によってできるようになっております。うわ、すごいですね。本当にちょっと触っただけでめちゃめちゃ形が決まってますよ。ありがとうございます。可動フィギュアに慣れていない方もしっかりポージングが取りやすいように、そういったところも気を使って作らせていただいております。こんな感じでいろんな個性に対応できるように、こういった変則のポージングだったり、それぞれのポージングが再現できるようになっております。めちゃめちゃかっこいいじゃないですあか。りがとうございます。そうですね、こういったポージングを予測してから作っているので、はいこういったところが皆さん再現できるようになっております。先ほど紹介した付属パーツと組み合わせて、いろんなポージングで遊べますね。そうなります。ぜひちょっと手に取っていただいて、いろいろなデク君を再現していただけたらと思っております。次は SH フィギュアーツ爆豪勝樹。同じく最終決戦へと向かうコスチュームに身を包んだ爆豪勝樹が登場しました。個性爆破の理にかなったこの長袖のコスチュームで立体化していただいて、もう本当にありがとうございます。先ほどご紹介させていただいたデク君の出来がとてもよく仕上がったので、はいかっちゃんも負けないぐらい最高のナンバーワンフィギュアを作ろうという気持ちでプレッシャー感じつつも作らせていただきました。造形から愛を感じます。ありがとうございます本当に愛を込めて作っていて、この細部のシワに至るところだったりとか、はいその裏のこの関節にもシワを入れたりとかしていて、はいもうやれることは全部やったかなっていう感じのフィギュアになっております。もう本当に素晴らしいです。胸元のこのシワだったりとか、胸筋だったりとか腕の筋肉だったりとか、はいもう本当に細かいところまでかっちゃんが画面から出てきたっていうようなはい感じがしております。そう言っていただけると本当に嬉しいです。ありがとうございます。いや、そしてまたこの爆豪くんのこのツンツンの髪の毛、こちらも毛束感だったり本当に細かいですね。ありがとうございます。こちらより立体としてかっちゃんの髪型が入るようにとってもこだわってディティール感を込めているので、ぜひちょっと実際のものを見て楽しんでいただけると嬉しいです。すごい、本当に前髪の方とかこの頭の上の方とかこう束の大きさも違うんですね。そうなんですよ。このなるべくかっこいいかっちゃんに見えるようにっていうところを絶妙にこだわって作っておりますので、素晴らしいです、はそして私この爆豪くんのこのコスチューム大好きなんですけれども、特徴的なコテだったりとか腰の手榴弾なんかもすごい細かく造形してありますね。ありがとうございます。こういったこの細かいそのシューダーの部分のその細かい凹凸のディティールだったりとか、はいこの辺の背のディティールだったりとかもしっかりこだわって作らせていただいております。コテなんかはとっても可動としては曲げた時に干渉してしまうんですけど、ここにしっかりと軸を入れてあげることによって、はいこう曲げた時にしっかり腕が曲がるっていうなる具合に可動にもとってもこだわっております。ありがたいです、細かなこだわりもあるので、ぜひちょっとお手に取っていろいろ見つけていただけると嬉しいです。先ほど紹介した緑やいずくも一緒に並べてみましたが、このツーショットいいですね。はい、ありがとうございます。ヒロアカといったらこの2人の並びがとっても印象的かなと思うので、ぜひデク君をゲットしてくださった方も爆豪君をゲットしてくださると嬉しいです。続いて付属パーツも見てみましょう。交換用表情パーツ4種、交換用髪の毛パーツ、交換用手首パーツ、左右各3種、そして爆破エフェクトパーツ一式が付属します。かっちゃんらしいこの強気な表情がたまらないですね。そしてこちらマスクをつけていない表情パーツもあるんですね。図面の表情も欲しいだろうなと思いまして、つけさせていただきました。ありがたいです、もうこれがあるだけで本当に幅が広がりますし、こう合わせてこちらの交換用パーツを使うことでこう違和感なく再現できるってことですよね。そうなります。こちらのパーツを使っていただければ後頭部のパーツを外した状態のシーンが再現できるようになっております。そしてこちら爆破のエフェクトパーツがありますね。これもバトルシーンなど再現できるのでめちゃめちゃありがたいです。オプションパーツにも迫力がある爆破パーツもついてるんですけども、通常セットにも爆破してる瞬間のエフェクトもついているので、こちらもぜひ楽しんでいただけると幸いです。爆豪くんも本当に可動だったり造形だったりこだわられてるなーっていうのが伝わってくるんですけども、可動を生かしたポージングとかってお願いできたりしますかね。もちろんでございます。ありがとうございます。はい、そうですね。爆豪くんらしいポージングってところで、今回このオプションパーツがついてくるんですけども、そこちょっと使ってやってみたいと思います。こんな感じで頭部パーツと髪の毛を外して、こういう感じで表情を付け加えられ変えられるようになっております。SH フィギュアーツといったらこういう組み替えができるっていうのが
いいですもんね。そうですね、これを組み替えができることによって一つフィギュアを買ったらいろんなシーンを再現できたりとかイメージ遊びができたりってところができるので、そういったところが SH フィギュアーツの売りかなと思っております。爆破の個性がはい印象的かなと思うので、そこを発動している時のような躍動感あふれるポージングにできたなと思っております。こんな感じでいかがでしょうか。すごすぎますよ。爆豪くんの腕の部分がちょっと重くて保持しにくそうだなって思う方もいらっしゃると思うんですけども、こういう風に保持できるように調整をしておりますのでご安心いただければと思います。これはありがたいです。そして最後は SH フィギュアーツ緑谷いずく&爆豪勝樹フルスウルトラオプションパーツセットです。こちらはこれまでに紹介した SH フィギュアーツ緑谷いずくそして爆豪勝樹をさらに遊び込むことができる専用のオプションパーツとなっております。まさにさらに向こうへフルスウルトラですね。このオプションパーツを使っていただくと、この緑谷いずくと爆豪勝樹それぞれの印象的なシーンがさらに再現することができるようになっております。このペットシートがついていたりしてよりアクションシーンを演出できるのがめちゃめちゃ熱いですね。いやもう本当にこのオプションパーツセットがあるだけでありがたいんですけども、クリアパーツだったりとか細かく造形されてますよね。ちょっと見てください、こちらこのクラスターの付け替えパーツもあるんですね。爆破の個性が発動する時のキラキラのクラスターを再現したエフェクトパーツを今回つけておりまして、はい、こちらとつけるととっても迫力のあるポージングができるようになっているので、ぜひちょっと遊んでいただけると嬉しいです。すごいです。前から見ても横から見てもねちゃんと立体感があってめちゃめちゃ感動しますねこれは。そしてねいっぱい気になるのあるんですけど、やっぱひときわ目を引くのがこちらですよね。ストレイフパンツァー7期のアニメでとっても活躍したストレイフパンツァーをどうしてもつけたいという気持ちで、今回セット内容に入れさせていただきました。わー愛が伝わりますよ。はい、ストレイフパンツァーも可動フィギュア SH フィギュアならではの、その可動軸をいっぱい仕組んでおりまして、こんな感じで各アームが独立して動くようになっております。なるほど、これ自体も稼働するっていうことですね。そう思います。はい、すごいです。装着してるとこ見たいんですけど。ありがとうございます。ぜひやらせてください。ありがとうございます。じゃあちょっと私はこちらのねマンホールフルカウルの方のパーツを使ってポージングしてみてもいいですか？ぜひお願いいたします。では2人でオプションパーツセットを使ったポージングに挑戦していきます。せーの、プルセウルトラ完成。はいということでそうめちゃめちゃかっこよく仕上がったんじゃないでしょうか。私の方はねマンホールフルカウルのパーツをねモリモリにして、さらにね黒ムチなんかもつけてみましたよ。めちゃめちゃかっこいいです。クリアパーツがよりね劇中みたいにキラキラっと光る感じがしていいですね。そして爆豪くんもめちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。今回のセットについているものをフルフルでちょっとつけてみた欲張りセットになっているんですけども、すごいボリュームがあります。爆豪くんとテクくんとオプションパーツセットを買っていただけると、こんな感じでいろいろな遊び方ができるようになっているので、ぜひゲットしてみていただけると嬉しいです。今日は企画担当の秋葉さんをお招きして一緒に SH フィギュアーツヒロアカシリーズの魅力を徹底的に紹介してまいりました。秋葉さんから貴重なお話をたくさんと伺えてもう本当に幸せで感無量です。こちらこそいっぱい紹介していただいてありがとうございました。ありがとうございます。もうファン冥利につきました今日は。私僕もちょっとファンの気持ちで今日は遊ばせていただいたのでとても楽しい撮影でした。 SH フィギュアーツ緑谷いずくはいよいよ2024年12月28日発売予定。SH フィギュアーツ爆豪勝樹 SH フィギュアーツ緑谷いずく&爆豪勝樹フルスウルトラオプションパーツセットは2025年3月発売予定。そして緑谷いずくくん、そして爆豪勝樹くんときたらやっぱり轟ショートじゃないですか。そうですね、はい、そうですよね、はい、SNS でもかなり話題になってましたもんね。そうですね、商品画像もとってもこだわって作らせていただいたので皆さんが喜んでくださってとっても良かったです。SH フィギュアーツ轟ショートは、大変大きな反響をいただいておりまして、2025年5月より順次店頭に並んでいく予定となっております。 SH フィギュアーツ轟ショートの方も、大変心を込めて作っておりますので、ぜひ皆さんチェックしていただけると幸いです。こうやって3人登場したわけですけれども、はい、これから先もまだ続くのかなってちょっとファン的には期待してますがどうですか？ありがとうございます。ちょっとまだまだちょっと言えないこともたくさんあるんですけども、はい、たくさん作りたいキャラがおりますので、はい、ぜひちょっと皆さんの応援のコメントだったりこういった商品を買っていてくださることが次の商品につながりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。
SH フィギュアーツヒロアカシリーズが気になってくださった皆さんは機能概要欄からチェックいただけますと幸いです。高評価とチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。次回 SH フィギュアーツ轟ショート、さらに向こうへウルスウルトラ。